私はこの残酷で一番役立つの、老悪魔だ。しかし、彼は、天孫の光に囚われていたペットとして飼い続けてください。天孫もう一度言っていい？狐の群れの中から私の話を選んだの。天孫はわずかに微笑んだ。7匹の霊子の中で、この関の帝派のオーラに共鳴できるのはあなただけだ。わあ。この時、私が洗面器をノックした瞬間、あなたが来たのです。私は狐洞窟で一番役立たずの、老和やかし。毛は最も白く最も食べやすいです。父は、年寄りの狐です。その老子は、よく私の耳元でため息をついていた。例えば今日の種族当局は正しい。我が魔族には泊まる場所がない。今回は天孫が地上に降りてきた雪の精霊のペットだ。彼のところに潜入しなければならない。北限を暗殺できる限り、我が魔族はまだもう二度とできないのではと心配している。小さなウサギ食べないで、それでも食べて。母は心配そうに横で話した。その子が彼の父親です。あの天孫の怪言は、悪名高い気難しい人物だ。アリを彼の側に送れ。あまりにも感動して、目が涙ぐんでいるのが怖い。あるいは、母が私のことを心配しているのかもしれません。天帝が貧しくなるのが怖い。翌日両親は動物を売る商人のふりをしました。私と他の6匹の低修行の狐を一緒にしろ。参道での叫び声。やがて彼の前に妖精のオーラが現れた。ハンソミな男だ。その男の全身は畏敬の念を抱かせる威厳を放っていた。男は店の前で立ち止まった。一ついくらですか？すぐにワクワクしました。これは伝説の天界怪言に違いない。母を、私の尻を叩きました。ちゃんとやらせてくれ。しかし周囲の他の小さな狐たちもキタシーのオーラに惹かれていた。私よりも興奮しています。キッターのそばに駆け寄った。灰色の狐は喉の奥でつぶやいた。ファイアンホックスは肌の前女性の一歩を踏み出した。ついに私です。私は全くためらわなかった。来た。の腰にぶら下がるカワセミの波に頭から飛び込んだ。大きな音がした。ガラス入りのドッグフードをいじっています。奥目はどうですか？父と母は愚かだ。北節もまた呆然としていた。これはただ珍しい。母親は慌てて笑った。母。この子犬の中でも、これは一番強い。よく食べて食べられる。君が持って行って、ウオか、いいパックの食事で十分です。ベイシマンは私を見て、ガラスを空中に反らせた。あまり賢そうには見えなかった。母が迎えに来てくれました。遺体は宙に浮かぶ。恐怖に震える手足が空中で滑った。母さん降り続けて。ほら、全然膨れてないんだ。わかった。それだけだ。こんな風に難問に追い返されたんだ。最初はとても怖かったです。天狗の非人道的な白玉門を見るまでは。わあ、すごく明るい。変の兵士や将軍の大軍を見よ。わあ、かっこいいね。私は来た、弦の黒子にそび立つ狂気の見た。わあなんて、粉だ。私を足を伸ばして押し付けた。隣に立つ天兵たちはショックを受けていた。天孫襟が開いてる。結んであげるよ。北節は振り払い刃を食いしばった。私も歯がないことを知っています。しかしションヌ君を見るのは禁止されているだけです。アイスクリームの口を王子型に開けるのは私だけが触れる。バイシュワンは突然空中から不死の術を生み出し、口を塞いで、バイシュワンは私を自宅に連れて行ってくれた。地面にしゃがみ込んだ。それぞれが鍋を持ちには向かい合っています。ベイシュワンはなぜまだ拷問されているのか尋ねた。横にいた不死の医者が私の歯を折り、それを見つめた。彼の年齢ならずっと前に人間の姿に変身していた可能性が高い。でもどうしよう。でも彼は怠け者だ。人間の姿を維持するには身体的な強さが必要です。だから私はいつも狐を元の姿のままにしてきた。新しい服は残された。私は来た。が机の上で公務を処理するのを見ていた。彼が眠っている間に暗殺計画を実行したい。それを見て、ついに私は大きな音を立てて、地面に倒れ込み眠りに落ちました。眠りの中で父の置いた顔の夢を見て、私のことを思うと胸が張り裂けそうだった。アーリーワが魔族復興の大義はあなたに託されています。天に輪の子供たちに多くが何かを見せてやれ。して奴隷にはならない。ぼんやりと優しい手が私を抱き上げるのを感じた。彼はベッドに向かって歩いた。顔の毛はまだ膨らんだ何かに擦れていて、とてもいい香りがした。どうやらニャンに戻ったようです。無意識に口から何かを取った。抱きしめていた人を蹴り、全身が震えました。ソファに直接投げて、私は打ちのめされて気絶しました。魔族の復活はまだ半分ではありません。途中で死にかけた。翌日私はソファから目を覚ましました。近くで背筋を伸ばして座っているバイシュワンを見つけた。
胸には明るい旗もあります。なんかがおかしいようです。私は、9本の尻尾を巻いて歩いてきた。手をこすりながら魅力的に、ベイシュワンは焼け焦げたようだった。突然手を引っ込めた。冷たくて唾を吐く音、近づかないで。彼は犬の頭に触るよう頼まれても、断る勇気を出した。諦めずにもう一度身を乗り出しました。来た。は私の額に手を伸ばした。うなずいてくれ。心の中で父の魔族を活性化させる言葉を思い出した。いい機会だ。目の前にぶら下がる雪のように、白い手首を見つめた。一口食べた。そして歯が砕け散った。テンソンは誰にブレスレットをつけるのか。来た。必死に彼の手を握った。口がゆり。必死に首を振った。ゆるくはない、ゆるくない。バイシュワンは、ぼんやりと、私の口を砕いた。仙人が扉をくぐると、すぐに冷たく埃まみれのテンソンが見えた。地面にしゃがみ込み狐の口を割った。私はシラフだと思っていました。ペニーは、振り返り再び外へ出て行った。カイデン暗殺の最初の計画は、失敗に終わりました。でも落胆はしていません。夕方父からメッセージが届いた。灰色の狐の毛皮の上に、父の古典中国語は、あなたから受け継がれました。ベイシュアンなしとは、どう殺す機会を生かすか、殺さないかは。今日試してみました。ほとんど、噛みつき殺しそうになった。最高です。その結果歯を折ってしまいました。長女の声が、狐の毛皮から聞こえた。混乱しているのね。私たち、陸戦が人を誘惑するのが得意かどうかはわからない。大美人になる限り、絶対にベイシュアンを混乱させるだろう。時が来たら必ずあなたのために食べて飲んでくれます。よしと言って、西には行かない。まだ彼を殺すチャンスがないことを心配しているのか。分かった大美人になればいい。ベイシュアンは美味しい料理を用意しなければなりません。とにかくやってみろ。人型に変身する計画を決めた後、火加減の宝くに、生き霊薬を盗もうとしました。全部自分の兄弟姉妹のことだ。勤勉に修行すれば、私は乾燥したボールを脇でしか食べません。修行量だけでは霊薬を作れない。その結果吐いた途端に、南方の翡翠瓶に目を奪われました。こんなことを見つけるにはどんな人生があるんだ。心配していたところに、突然背後から低い男性の声が聞こえた。何してるの？一瞬で私の狐の毛が爆発した。終わったバイシュワンはいつ戻ってくるのか。来たの目がわずかに細まった。全身が激圧で満たされている。足が震えていた。キュービは地面の目を吐き反射する。目を閉じた。モンスターを見つけるコツを正直に説明してください。見つけた。捜索見つかった。私は尻尾で近くの薬瓶を丸める。掲げてきた。にして、バイシュワンの顔は白から緑に変わった。それを見てみると、薬瓶の小さな赤いメモには、エクスタシーと書かれていました。私は薬の瓶をざっと見た。また、別のボトルを手に取った。間違ったものを取っちゃっただけだ。これだ。バイシュワンの顔は緑から紫色に変わった。右を見て、イラミランは、香り高いか、クラッシュするか。エンソンの宝格に真剣な薬はないのか。バイシュワンは、私を見つめた。しかめ面と、囁き声。昨日セニが警告した。狐族は皆悪魔だ。彼は心を引きつけるのが一番上手だ。最初は信じられませんでした。しかし今ではそれは誤解ではないようです。すべて誤解だ。バイシュワンは私の話を全く聞いていなかったようだ。袖を弾いて半分緑色だった。許可なく宝庫に侵入した親は厳しく罰せるべきだ。長兄次兄三兄、4姉妹6兄、つけてください。来た。が、一歩近づいてくるのを見ている。私は毛玉のように丸まって叫びました。人間になりたいと認めます。だから霊薬を探しに来たんだ。バイシュワンは言葉を止めた。奇妙な表情。あの10年も人間になることを考えたことがない。なぜ彼は人間の姿で天に来たのか。他に何があるでしょうか？もちろん誘惑するためにやったんだ。君のために。ここ数日天庭で食べ物を探してたんだば。他の霊獣を見つけて遊べ。他の節の家系のレペットが人間の姿に変身できることが判明した。お茶を注ぎ水を注いでくれ。誕生日の星は私だけだ。なんてかもないなんて。それを取り除くなんて。バイシュワンは不自然に2度咳込んだ。ここにいるよ。人間の姿に変身したいなら霊薬は必要ない。天のメリオよどうぞ。宮中へお入りください。バイシュワンは私の前に座った。手がそっと私の首に置かれた。無意識に頭を彼の手のひらに押し当てた。今マナをあなたに伝えています。頭に触っちゃダメだよ。頭に触れられない。私は唇を歪め頭を引き腰を下ろした。私はただバイシュワンの手のひらから熱意の波を感じただけだった。どんな気分ですか？我慢できないなら。ちょっとかゆいって言ってくれ。いつ頭に触れられるか。しばらく耐えてみて。言葉が落ちた瞬間空に。
旋風が巻き起こるのを感じた。目を開けると、雪のように白い太ももが見えた。滑らかな指。違う、もう、一度やってみて。ちょっと気になってただけだ。太ももにあってはならないものが見えた。くそ、俺は、オスの狐じゃない。来た。川嵐の頭を押さえた。彼はどんなマントラを素早く唱えたのか。また嵐が来た。再び目を開けて頭を下げた。今回はあなたが持つべき全てが揃っています。もう、そこにあってはいけないものは何もありません。大シュワン家の顔は赤くなった。彼はすぐに背を向けた。そうです。服を着ていなかった。プシャンの裸の尻にかけるほどのことじゃない。天庭には礼儀作法がない。まだシーツを探す時間がありません。ドアの外から寄った音が聞こえた。北源前回は小さな狐に霊薬をあげて体を補充すると言ったよね。君を見つけたんだ。大手腕は呆然とし、私も呆然としました。私は稲妻のような速さで来た。を自分の上に引き寄せた。死に一致。孫大臣、違法産卵。裸の女性に押さえつける。シニチは怖がって逃げ出した。しばらくしてからシニーは再びほうきを持って走り戻った。保安は手を挙げた。数日後新しい服にほとんど心を奪われそうになりました。私は少子の計画に従ってきた。を誘惑し始めた。思ったほどスムーズにはいかなかった。他公務を担当していた頃。私は震えながらお茶のカップを手に取りました。机の近くにいた時に水しぶきをかけた。大手腕は私をしっかりと抱きしめていた。地面に突きつけて立ち上がりティーカップを受け取る。気をつけて。痛い。とても香り高いお茶です。飲みたくないなら出て行け。フェーリーガラスに水やりをするとき、わざとスカートを濡らしてしまった。左足東西北を転脚。寒い。来たシャワー、トリックをつねった。すぐに服を乾かしてくれ。まだ、寒い。もう寒くない。心が、とても、冷たいです。売春案を2度連続で誘惑できなかった。私は、落胆しました。夜静かにベッドに潜り込む。北源を魅了する九段。明日話そう。売春案は、太ももを持ち上げた。彼が私を中に見たとき表情は崩れていた。お前なぜここにいるんだ。君が寝るまで待ってるよ。君の腕の中で眠ってたじゃなかったか。売春案は、こめかみをこすった。もう、狐じゃないってわかってるよね。すぐに彼の言いたいことが理解しました。つまり、狐タイプとして、私のことを嫌いなわけでもないんだ。でも人間の姿は好きではありません。そうではありません。涙を浮かべながら、彼を見つめました。彼が私を嫌っていないことを、証明するために売春案は思い切ってベッドに入った。私は、の胸に頭を預け、眠る準備をした。その結果全く眠れなくなりました。の鼓動は耳をつんだことだった。私は思わず彼の胸を一口かじってしまった。長いマートの心臓を食べていなかったし腹が減った。は布団を持ち上げ痛みに耐えながら座り上がった。急に急ぎの用事ができたんだ。まず降りよう。北順は剣を掴み、振り返ることなく走り去った。私は打ちのめされました。北源の誘惑は失敗に終わった。そして彼を怖がらせて逃げ出した。私はただの狐の世界の恥だ。売春案はいなかった。私はただ一人で天庭をさまよいしかできない。突然近くで男性の声が聞こえた。真理。見覚えのある顔を見上げた。チシェンだ。チチンは私のすぐそばに歩いていきました。嫌悪感を込めて眉を潜めた。天狗まで追いかけてくる必要はない。チチェンは私の幼馴染です。私が生まれた時、母はインクが切れた。だから私は、このすべての狐穴で唯一の白い狐なんだ。赤、オランジのような毛皮を初めて見た時、私は泣きながら、母に彼と結婚するよう電話しました。赤木を喜ばせるために。私はたくさんの愚かなことをしてきました。例えば芝生が池沈下の残壕修理に役立つと考えた。例えば自分のフラフをこっそり売ること。節の塾に入れろ。もう一つの例は、チチンで塾で他の悪魔にいじめられた時に彼女の味方をしたことです。その結果赤木が人間の姿に変身する日まで。待て、私は喜んでいつ結婚してくれるのかと尋ねました。彼は冷たく鼻で笑った。陽光線が私に気を寄せた。彼は、私を主君に選ぶだろう。私はもうすぐ仙人になるんだ。でも人間の姿になったら結婚すると約束しなかったか。約束した覚えはないよ。それはただの願望だ。それはいつも私を苦しめています。今や私は、仙になりたい鬼だ。しかも人間の姿すら持っていません。いつも食べ方、寝方、そして寝る方法を知っています。私たちは相性がいいと思いますか？家に帰ってきた。心臓は砕け散った。6番目の兄弟のプライベートアプリコットブロッソムの詰め物を買ってきて、その隣にヘビシチュが置かれていました。
大倍連続で食べました。その時私は、父の顔を見た。もうなき、炎が私の心に燃え上がった。誰が君のために天国に行ったって言った。私は主です。こちらは四に綱を剣です。真に急いでお辞儀しないで、私は黄金の陽光線を見つめた。ぎこちなくお辞儀をした。陽光線は私を直接見ることすらしなかった。ようたつ、この小さな仙人は知っているだろう。赤い粉の顔は色を変えなかった。いいえ。これは、かつて、私と婚約していた野生の狐です。まさか彼が私をしつこくしてくれるとは思わなかった。実は天狗を見つけたんだ。知らないちーちゃんの言葉は、知り合いとは言えず、私を傷つけた。怒りが突然頭の頂に押し寄せてきた。話す前に、陽光証券は突然年の星に何かを見つけた。怒りを込めて叱責された。世界のゴミ。まだ、ルールはあるの。早くこの妖精の少女に頭を下げて、空気はしばらく静まり返った。自身の顔が硬直した。いや、そんなはずはない。どうしてきた剣天孫の印を持っているんだ。下を見ると、腰に骨の形をしたカワセミの名板があった。派生をくれたのは、バーシュワンだと思ってた。赤木は陽光の視線の下にあった。彼はしぶしぶ私に頭を下げた。目は徐々に暗くなっていった。満足して帰った。実は、これは狐の偽ポラの感覚だった。知人は私に嘲笑されたと思っていた。もう、二度とドアに来ない。その結果夜は寝ることができました。窓の外から音がした。外に出てみてみろ。知人が食べ物の箱を持っているのを見た。彼は重い目で私を見つめた。アーリー謝ってもいいですか。チチェンは慌てて付け加えた。あの時私はあなたを置いていった。それは私が若くて無知だからです。でも、不死者になりたいと思う。私を責められるか。どの怪物が不死になりたくないのか。彼は手に持った箱を掲げた。これは私が自分の手で作った蒸しパオ島です。あなたの好きな食べ物、肉が詰められています。私は怒りを感じていました。まず第一に、もう14年も経っている。父者が私を探しなかった。これを恩知らずと呼びます。次に今や私は来た。の霊的なペットになった。謝りに来た。これを高く崇拝し、低く踏みつけると呼ばれます。最後に、私のお気に入りは、ヘビ肉のヒリングです。私は、嘲笑したあの時、結婚を誤解していた。それで私と両親は、全土産で笑い物になってしまいました。今は食事の後にページをめくりたいのですが、どうしてもできません。ご自身の笑顔は凍りついた。私は冷たく鼻で笑った。でも、許さないよ。でも、私はパンに笑ってしまいました。そんなバイシュワンが去った後、誰も1日5食食べさせてくれない。お腹がせてらせてる。帰り道、マンズを一口かじった。新鮮で滑らかな。奇妙な香りと混ざり合っていた。なんかがおかしい。もう一口試すか迷っています。その結果2口食べられました。柔らかく熱くなってきた。思い出した。これはイランイランの香りです。チチェン待ってるよ。おじさん。背中は静かに熱い胸に押し付けられていた。チチェンは後ろから私を抱きしめた。囁いた。アリ君は明らかに僕のことを心に抱いている。そうでなければ、今日こんなに怒っていなかった。なぜ認めたくないんだ。陽光線と天孫が同盟を結ぼうとしている。あなたも私も彼らの霊的なペットだからです。いいものをペアにしてみてはどうだ。必死に苦しんだ。引っ張らないで。そうでなければ、誰かに電話します。赤髪は微笑んだ。狐族のバンシエは評判が悪い。誰かが来ても、私は、ただあなたが私を誘惑していると思わせるだけだ。彼の恥知らずさにショックを受けました。私は低い声で吠えた。攻撃的な姿勢を取れ。それは喉に直行した。しかし、顎は薬の作用下で使えません。むしろ姿勢は曖昧です。どちらかというと、いわば、ナンパのようなものです。赤い粉が私を包み込んだ。麻痺した腕を押し抜けて、脱がせて、熱い息が唇に落ちそうだった。彼女を離せ、チチェンと私は同時に引き返した。は魔女の衣を着ていた。鋭い剣を握る。全身が恐ろしい黒いオーラを放っていた。彼は私に手を振った。こっちに来い。バイシュワンは私を天守の寝室の奥まで運んだ。私はソファに横たわり麻痺したままだった。バイシュワンは狂っているように見えた。私の前を歩き回る。熱い熱い。知性行かないでくれ。目がとてもめまいがします。話し終わる前に冷たい指が2本私の顎に触れていた。なんて呼ぶんだ。ぼんやりしていた。目の前に幽霊がいる。男が白いロブを着ているのが見えただけだ。でも顔ははっきり見えない。間違いを認めたのか。知性じゃない。あなたが身長の終わりにいるとは疑わしい。来た。
の額がわずかに跳ねた。身長の終わりには誰がいたのか。野生の狐は何人知ってる。指を骨折した。狐の村のオスの狐を全部数えた。たったドゥージが家庭人程度だ。雪に覆われてキードを引っ張った。乱暴に押し込まれた。私は彼にひどく傷つけた。明らかに薬を盛られたのは私の肩でした。考えると思わず涙がこぼれ落ちた。バイシュワンは私のすすり泣きを聞いた。彼は急いで私の涙を拭いに来ました。前なんでないんだ。指が肌に触れた瞬間、腰から頭のてっぺんまでだけ柔らかく感じた。とっても涼しくて快適です。体の熱も少し消えた。私はヘリを叩き棒で貝の腕を掴んで吸い付けた。薄い唇にキスしたい。潜在意識が教えてくれます。キスすればきっとずっと気持ちが楽になる。バイシュワンは息を飲んだ。交代 ECT のキスできない。シンディ、私が誰か知っているか。涙なしで泣きたい。誰だ。北源は黒い顔をしていた。みんなとそんなに近くにいるつもり。彼は私の頭を叩きました。はっきり見えますね。私は北源です。私は呆然と言った。北の謎の主。バイシュワンは思った。まるでようやく満足のいく答えを聞いたかのようだった。彼は私の顎をつねてキスをしました。翌朝目覚めた後、動けなくなった。獅子は尾でベッドの柱にしっかりと縛られていた。バイシュワンはもう押し開けて中に入った。顎と喉仏には赤い跡がたくさんあります。胸の奥まで。昨夜何をしたんだ。昨夜の記憶が蘇った。私はバイシュワンの口にキスをしたみたいだった。もう首までずっと下ろした。胸筋を噛む。彼はそれをかじりながら言った。お前を食べてやる。君のせいで僕の狐の尻尾が滑り落ちるんだ。後に来た。はもう耐えられなくなった。銃の誤射を防ぐためです。毛の生えた尻尾で縛られた。軽薄な北剣は、事前にそれを脇に置いておいた。もし、私が彼を食べたいと思ったら、どうしよう。我々の狐族で最も単純な殺し方。相手の心を食べることです。ベイシュアンは、私を戦殺台から突き落とさない。震えていたところに、来た。私の手足の縛りを解いた。服を一枚投げてきてついてきて。まだ聞く時間がなかった。彼は剣にかけられた。間もなくして、彼は雲がたくさんある妖精の宮殿にたどり着きました。要構成人だか。死は共に中にいる。彼が私を見た瞬間、死への顔が変わった。私を指さして叫んだ。節の物目機能は彼がくれた薬だった。陽光証券は私を見て赤タツを見た。彼の目は疑わしげだった。バイシュワンは赤木にくだらないことを言わなかった。腰からカワセミの波を直接取り出し、父に向かって輝かせた。黄金色の線香。チシェンは瞬時に赤い狐に散り込まった。スクーリングウェッジは叫び陽光の妖精のスカートの下で縮こまった。ベイシュワンは真剣に言った。シネイ、昨夜あなたの霊的なペットが緑のフェンスで怠けていました。彼は裏切りをしたかった。君はこれを知っている。確かにそれは事実です。赤い狐は地面に座り必死に首を振った。北節は冷たく飲んだ。陸戦、お前は恩返しをするだろう。青リが見た目を売るに値する不老不死を育む愛を送ります。陽光は周囲を見回した。簡単。確かに彼の体には薬物の痕跡があった。お前の霊の恩寵を戒める権利はない。だが、この最悪はお前と共に残る。おそらく遅かれ、早かれあなたを傷つけることになるでしょう。チシェンがかすかに泣いた。自分自身の主張をしているように見えます。しかしよ、光線はすでに冷たかった。さあ、この獣を人間界に降格させろ。時経つは、首輪で戦殺台から投げ落とされた。陽光証券は、剣を見つめた。突然眉を潜めた。北千天孫。最近天宮で疫病が起きたのか。なんで首に赤い跡があるんだ。北源は微笑んだ。こちらは精霊です。私は、飛び上がった。口を押さえて何も。陽候補者は、私たちを見つめた。その表情は、ますます奇妙になっていった。天孫殿に戻る途中、どうして私がフラフを売ったってわかるの。私の髪の毛を売るくらい。過去は、最も近い6番目の兄弟だけが知っている。両親でさえ隠していました。だって、君の狐の毛を集めるのは僕だから。どうめんまあ、私は狐の毛皮で銀と交換するために、山のふもとの市場へ行った時、肺の穴に触れた。屋台を設営した老人に叱られた。村がちょうど洪水に見舞われた。
食べ物があれば、それでも数ドルで売ることは可能です。誰が狐の毛皮を欲しがるだろう。食べ物や衣服の心配をしなくて、いい貴族に売るべきだ。いくつかのブースを回りましたが、見つかりませんでした。家に帰るしかない。参道の帰り道で、でも道端で小さな男の子に出会った。ビッションニューラー。目を閉じて唇が青く染まった。まだ、早春です。ここに放っておくなら、凍え死にそうで怖い。私は容赦なく、さらに狐の毛を抜いた。つまんだんだ。手に持った紙で、薄い毛布が作られました。彼女の上にかかっている。また彼の腕に飛び込んだ。体温を使って体を温めて、少年の顔はついに赤らんだ。誰かに電話しようと家に走った。その結果、6番目の兄と私が到着した時、参道は空っぽだ。残っていたのは、暗く輝く黄金の鱗だけだった。ムツオは一口かじった。これはまさに金です。明かりに交換した金は、真剣に不老不死を収めるだけの額ではなかった。トゥネ洞窟も改装されました。口を大きく開けて、ふと気づいた。つまり、君はその少年か。その日、私は洪水を引き起こしたジリアンを捕まえに振りました。しかし、彼は誤ってドラゴンに傷つけられてしまった。だから参道で気を失ったんだ。こんな運命になるとは思わなかった。じゃあ、私はバイシュワンの救世主ではないのか。でもどうしてエルフがいるんだ。私の名前には謎のキャラクターが入っています。考えてみて。よく考えた。ついに理解した。わかってる君には僕以外にも霊的なペットがいるんだよね。彼はどこにいるの？いや、君だけだよ。朗報です。私は北元の救い主だ。悪い知らせだもう。ベイシュワンの心を殺せない。ベイシュワンは毎日手をつけて美味しい料理を作っている。食べるたびに心の中の罪悪感がいいポイント増す。ちょうどその日、上司から狐の毛皮の通信を受け取りました。アーリー、もうすぐ新年です。まだ北元は終わっていないのか。ほっといてくれ。俺には自分のリズムがある。リズムって、私には自分の計画がある。私が最初に彼女を混乱させました。彼女が死ぬほど私を愛しているとき、またやるよ。あなたは彼と一緒に新婚の部屋に入るのです。一体何が起こったんだ。私は彼の口を剥がしてしまったことを認めざるを得ませんでした。声はいいね。まあ彼はあなたのせいでめまいを感じていますか。ほんの、来た。が醸造した10日酒を一口飲んだ。彼は来た。が作ったヘビ肉スープをもう一口かじった。口元を拭いしゃっくりをした。しかし、計画は変わった。どのように変わったのでしょうか。彼女は、他の誰かと結婚するつもりのようです。姉さんそう言わなかった。私たちビキネはみんなに愛されている。でも、バイシュワンは私に恋をしたわけじゃない。最近のことです。テンソン邸は至るところが明かりに照らされている。赤いキャンドルには赤い幸せな言葉が飾られています。バイシュワンの顔の笑顔もどんどん明るくなっていった。私はバイシュワンに何をしているのか尋ねた。結婚するの？北元は微笑に答えなかった。案の定彼は結婚するのだった。心には言葉にできない痛みがあった。父が以前私に言ったことを思い出した。北元と陽密なお線は可愛い音を出します。一言も言わなかった。線を受けてきた。の前に立ち去った。来た。が変な手つきで私を掴んだ。誰に不安を感じているのか聞いてみたらどう？私はあまりの怒りで振り返って噛みつきました。知りたくない。そして彼は風を立てて去っていった。10日後、家でした。天狗を当てもなけながら。心の中で自分を責めながら私は来た。お殺しに来た。私は彼が好きじゃない。私は彼が好きじゃない。私が顔を上げるのを待って。彼はすでに陽光証券の宮殿へ歩いていた。バイデンの声が中から聞こえた。来た。和洋密なお剣の手に箱を手渡した。優しく丁寧に話してください。これらの贈り物は敬意を払っていません。光線にも受け入れてもらうよう頼んでください。耐えられない。体は脳より一歩先を行って行動します。狐がドアに激突した。ベイシレンという密なお剣は、二人とも私を見つめた。二人とも呆然としていた。最初に反応したのは、光線だった。ゴミみたいに私をちらりと見た。ベイシュレンも忘れて、それからあなたのビキツネも連れて行って力を見せつけようとします。俺に面目をつけようとしているのか。北純は静かに言った。ここ数日彼女は家にいません。私は外に出てワイルドな遊びに出ると思っていました。心が崩れそうになった。案の定嫁と結婚した後、彼は霊的なペットのことを忘れてしまった。ベイシュレンという光が結婚した後、私は人間界に降格されるのか。彼の目は北純が密なを千に送った贈り物に止まった。私は目を上げ胸の中の悲しみが一瞬で頂点に達した。北元は
花嫁代金を楊光直家に渡した。彼は本当に楊光線と結婚したいのです。私は恥ずかしさで地面に横たわった。まるで暗い雲が頭上に浮かんでいるかのようでした。パチパチと砕ける雨粒。仙人たちが驚かないことを願うよ。結婚の覇また、同志をアーリーとの婚礼に招待しました。もしあなたが自分の手で、玄武霊鎧を送らなければ、ガムラルンと戦うつもりだ。天狗の破壊。後で何かがおかしいようです。ベイシュワンは荷を乗り出して、私を助け起こした。アーリー転んでも痛くなかった。ぼんやりと来た。に引き上げられた。うっかりスカートにつまずいた。楊光線を叩け。ああ、楊光の顔が暗くなった。案の定ルールを理解していない野生の狐だった。楊光直家には、戦争の香りがした。わしが、過剰ね。よく、私は節の陽光の裾に飛び込んだ。大きく息を吸って、お姉ちゃんすごくいい匂いがするね。陽光は沈黙した。陽光の顔が変わった。気が変わった。萌え、音をキャンセルするのは問題ありません。でも、君の小さな狐をいい加減かしてくれないと。気が変わった。萌え、音をキャンセルするのは問題ありません。でも、君の小さな狐をいい加減かしてくれないと。事件はすぐに到着した。いや、うまくいかなかった。2日間はいかない。良くない。これは真剣を争う。ついに、陽光証券は、ため息をついた。助けてくれ。顎を引っ掛けて、オランダのように息を吐く。ありてんには面白くない。数日後には、地に足をつけたい。清明に行って悪魔を追い払え。じゃあ一緒に遊んでいいよ。私はすぐにうなずいた。わかった。背後で、バイシュワンが怒っていて、顔が真っ黒になっているのに気づかなかった。バイゲンは、私の狐の首輪をつかみ、私を自宅まで運びました。この男を止められるとは思わなかった。女性には気をつけないといけない。そして、天の殿堂に戻った。私はお知恵で反応しました。バイゲンは、楊光直家と結婚するつもりはなさそうだった。周りを見回した。明るく祝祭的な黄金色に満ちている。ではなぜ北順は宮殿を改装したのでしょうか。お金を使いすぎる場所はないのでしょうか。10日間それを我慢しました。本当に抑えきれない。妖精の服にこっそり尋ねた。セニは私を見てためらった。話すのはやめてほしい。ついに。まだ狐の毛を保つ薬は処方していない。なぜでしょうか。あなたの最優先は脳を見ることです。バカだって叱られた。私が妖精の宮殿に戻るのを待ってて、謎がついに明らかになった。タゲンは最も威厳ある。秀吉の黒い衣をまとっていた。手の中にあるもの、その表情はとても緊張していた。アリー。その時になって、初めて彼が手に持っているものがはっきり見えた。スケールの作品、50年前に彼が残した黒金の鱗とは違う。このスケールは真空だ。足は手のひらほどの大きさです。手に取って重く感じてみてください。北限道。これが私の原書の精霊です。これは、当局と人生に結びついたものだ。それは愛する人にのみ与えられます。一瞬で全力の赤い疑念は言葉を失った。全員が答えを持っている。これは正しくありません。私はただ、北限を暗殺するために天帝に来ただけです。なぜ自分を結婚させたのか。北限は大喜びした。拒否しなければどうすることになります。良くない、とても悪い。問題に直面した時に決断できなかった手紙を返して、両親に聞くのはいつも正しいことです。その結果私はうっかり天孫の婚約者の件と混ざってしまった。両親に話した後、長い間返事が来ませんでした。両親は残酷だ。私に驚かされることはない。結婚式の日が近づいています。でも、日ごとに眉を潜めています。一方で両親に自分が悪魔族を裏切ったことがバレるのではないか、と心配だった。怒るか。一方で私は、罪悪感を抱きながら、目を上げて、バイシュワンを見た。もし私が暗殺しに来たとしたら、自分に何が起こるのか心配でした。お茶や食べ物のことは考えない。突然数ポンドやパーキルギー体重が減りました。狐の毛皮はもう、光沢がありません。それは結婚式の前日のことでした。大きな出来事が起こりました。この日、私はバイシュワンに支えられて結婚の呉服を試作していました。突然ドアの外で大きな音が聞こえました。怒りに怒って天帝を殺したのは両親だった。北の謎の犬泥棒が私の小さな息子を引き渡した。大きな赤いウェディングドレスを着ているのを見かけた。父は怒りすぎて気を失いそうになった。私清？あの木は死ぬ。私は決してこの天族の義父にはなれません。言葉は落ちなかった。父の九尾の天候包帯が完全に露出していた。北の謎にまっすぐ向かう大きな力に引き離された。北が後ろで私を遮った。彼は避けられなかった。口の中央を撃たれた。
来たの姿が2度震えた。目の前に落ちた。私はその場に落ち着いた。人形勝利。老人が皇帝の九州設立を助けたとき、の天庭がどこにあるか知らない。ふんなんて天孫者よ。地元の料理がより広く行われています。もしこれを知っていたら、アーリーを送って自分を追い出す必要はない。なんて門をただ倒せ。母が来て、私のウェディングドレスを脱がせました。抱きしめて、耳から尾骨まで触った。何も不足していないことを確認してください。元気になって、初めて彼は、安堵の息をついた。アリチチェンが、狐の洞窟に駆け込んできて、私たちに伝えた。前は天孫者によって、檻に閉じ込められている。毎日水を飲ませているわけではありません。食べ物すら与えなかった。両親は、星空の夜に、あなたを助けに駆けつけました。親にとっては悪いことです。バイシュワンが、そんなに人間離れしているとは思えません。もし知っていたら、君を天狗に送らなかった。もう泣かない。母さんと一緒に帰ろう。私の涙は、泉の水のようでした。止められない。私は母を押しのけ飛びついてきた。を抱きしめた。起きて、驚かせないで。ベイシュワンはゆっくりと目を開けた。心の痛みに満ちた目。空気はまるで、薄絹のように柔らかい。アーリー実は私を殺すために近づいてきたんだろう。彼は苦笑いを浮かべた。案の定1000年も経ったと思っていた。ついに天国が私に優しくしてくれる。私はうなずき、首を振った鼻の猫のように泣いている。今はやりたくない。しかし全てが遅すぎた。バイシュワンは私の腕の中で完全に目を閉じた。もう耐えられない。泣いている。両親彼と結婚したい。母は無感覚です。君なんでもっと早く言わなかったんだ。人々は私に捕まって死んだ。まだ彼と結婚するつもりなんだ。冥界に行って結婚するつもりなの。私は来た。の冷たい体を抱きしめた。世界が暗く沈んだように感じます。千、いざ現れるまで。千は、丹北県の花で笑った私を見てから、ベイシュワンを見た。表情はまるで食べられたかのようだ。私は花をすするつもりで彼に尋ねました。彼はまだ救われているのか。絶望的だ。まるで心臓を強く切り裂かれたような感覚でした。さっきまた喉の奥で泣いた。セノンが来たの顔を平手打ちしているのを見た。ベイシュワン本当に頼りにできないな。どれくらいの間偽らなきゃいけないの？バイシュワンは二度咳き込んだ。私の腕の中で目を開けて俺の鉄のような顔を見て視線は避けた。アーリー、混乱しました。みんながいなくてもバイシュワンの破れた服を脱がせよう。胸に鉄のように硬い大きな黒い鱗が見えた。さっき兄の致命的な連続手のひら。彼を傷つけるな。傷一つ残っていなかった。兄はショックを受けました。ここは玄武黒森だ。お前の本体は実は玄武真珠だ。私も驚きました。あなたは人間ではありません。来たは無力にため息をついた。何度もほのめかしたよ。理解できなかったのは残念です。ベイシュワンは立ち上がった。服を整えた。父に頭を下げた。義父、天帝は道を修行して消化するものだけではありません。私は玄武です。あるいは九尾の狐だ。それはいいことじゃない。私はぼんやりと立ち尽くしていた。ベイシュワンがもっとショックを受けている人ではないかはわからない。それとも、バイ、ゲンの本当の体は、大きなキングエイトなのか。それはさらに衝撃的だ。父は先祖のナムサン教を取り出し、それを回し始めました。玄武は天の四霊あり。我が狐の一族はせいぜい吉兆だ。この結婚に同意する。これは雑すぎる。雑かどうかは別として、私のベイスレンとの結婚式は予定通り行われました。成婚当日金霞万丈。雨や雨が空から降り注いだ。ちょうど私が花嫁の部屋に入った時、ソファーに座っていて、なかなか落ち着かなかった。霊将と天使は眠りについた。これは天皇規定違反ですか？後で雷鳴を降らせて、私を殺すつもりか？バイシュワンは、しばらく考えた。虚無から巻物が輝きを放った。そこに、二つの十字架が、ランダムに作られました。それは、違反だった。今では、違反されていません。リザードの友よ。天皇掟を変えることすらできるのか。しかしすぐに考える時間が尽きてしまいました。ベイシュワンは、私を彼の下に押し付けた。玄武は、亀と蛇の両方の形をしていることを忘れていました。根は、あります。翌日私は三本の火の柱で目を覚ました。手首や足が切り離されたような感覚があります。組み立て直された時と同じくらい傷んでいた。昨夜バケットに熱く入っていた黒い蛇の尾を思い出す。手首をきつく巻くシーン。突然顔が赤くなった。声もかすれていた。クレで修練していました。声が出せない。私は裏庭に行って声を開こうと決めました。
一方で海源は絶え間なく、不死の友人たちが前広間に訪れ、祝福を伝えに来た。天孫夫人は、と山の九尾霊子だと聞きました。霊子一族は最も美しい。天孫は本当に恵みだ。東極仙人は誤って称賛されている。妻はただ美人なだけじゃない。音響もいいです。同時に裏庭から胸を締め付ける狐の方向が聞こえた。家に狼がいるんだ。北仙は微笑んだ。これは私の妻の声です。心地よいでしょう。残念ながらこの人は耳が聞こえないわけではありません。北房秀と結婚した後、天宮の変わらない景色に疲れました。現世に来て旅をしろ。再び出会った山道を通り過ぎる。私はとても興奮していてその真っ只中にいたのです。ベイシュワンはもう一度言える。狐の群れの中から私の話を選んだの。ベイシュワンはしばらく考えた。七匹の霊子の中でこの席のカワセミの波動のオーラに共鳴できるのはあなただけです。わあ、実はこの理由もあるようです。その時私は洗面器をなくしました。こっちに来て飛び上がって噛みつこうとしていた。バイシュワンワンドもかわした。もう十分になるまで待ってて。彼は笑顔で言った。理由はありません。でも、君に助けられた後、この道を何千回も歩いた。あの時ついに君が現れたんだ。